さん、こんにちは。こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。吉野井です。今回の動画では鉛筆デッサンによるガラスの材質感表現、これに挑戦してみたいと思います。もちろんこれを使ってその材質感表現に挑戦ということになりますね。いやいや、モザイクかけなくていいから。ではモチーフなんですけれども、今回は江戸切子のグラスを描きたいと思います。江戸切子って何？江戸切子とは国指定伝統工芸品です。このグラスは星切子という名前で田島ガラスさんが製造したものです。少し詳しく説明しましょう。切子とは砥石などの研磨材を用いてガラス器に彫り込まれたカット模様のことです。江戸切子は外側に色ガラス、内側に透明ガラスを重ね合わせた2層のガラス器にカットすることによって無色透明のカット面と色ガラスの織りなす色彩のコントラストや美しい輝きを楽しめるものです。田島ガラス解説書より引用ということです。ターンテーブルを回してみましょう。確かに削られた透明な部分の光の屈折と反射が綺麗ですね。さすが日本が世界に誇る伝統工芸品です。このターンテーブルちょっとガタついてない？手で回してたんかい。お見苦しい点があったことをお詫びします。気を取り直して今度はこれを使うポイントがどこなのかを見てみましょう。左側は回り込むので色のついたガラス部分が徐々に明るくなっていますね。例えばティッシュや擦筆でこすってそのグラデーションを表現した場合、その後削られた透明なガラス部分を消しゴムで明るくしようとしても鈍いグレーにしかなりません。鉛筆でこすり込むとそうなっちゃうね。かといって透明な部分だけを残して擦筆でこするなんて不可能です。細かく明るい部分だとなおさらです。こんな時こそこれの出番と言えますね。なるほどね。では次にアートライアングルのミルです。この黄色い線はグラスの中心線です。真っ白な紙に一番最初にこの線を描きましょう。直角に交わる水平線は上の楕円の長軸です。水色の線がその楕円です。テーブルに接している底の楕円の長軸です。底の楕円はこのようになります。ここまではグラスを描く基本ですが、これから表面の切り子の形を見ていきましょう。このグラスは星切子という名前です。この形が星みたいですね。その左右にも星の形があります。緑色の矢印はなんとなく植物の形にも見えます。星の形、植物の形が交互に規則正しく並んでいます。表面に沿った切
切子の構造線をまず最初に書くことにしました。ということで、いよいよ制作に入っていきたいと思いますけれども、このようによしアートチャンネルでは楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価などもいただけるととても嬉しいです。まず定規を使って中心線を描きますが、垂直線になるように注意しましょう。前もって描いておいた紙の中心のプラスに合わせて線を描いてみました。グラスの上の楕円の長軸、水平線ですね。これを描きます。画面に対してカメラが若干斜めにセッティングされているので画面が歪んで見えると思いますが、実際はちゃんと水平な線を描いていますのでご安心ください。上部の楕円の長軸は左右同じ長さなので定規で正確に測ります。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、しっかりと正確に描きましょう。上部の楕円を描きます。上部の楕円の直径を基準にして下部の楕円の位置、この場合グラスの高さですねを求めます。左右の形も描きつつ下部の楕円を描きます。切子、ガラスを削って出てきた透明な部分ですね。この構造線を描きます。構造線自体は直線ですが、表面に沿った曲線として描きます。こんな風に構造線を描くのってちょっとめんどくさいと思うかもしれませんが、流行る気持ちを抑えて頑張って描きましょう。次は構造線に沿って削られた形、切子ですね。これを描きます。形が描けました。これから明暗の調子を描きます。
今左側を達筆でこすってグラデーションをつけました。さっき言いましたが、左側を達筆でこすってありますよね。透明な切り子部分のキラキラした輝きを描きます。次にこれを使ってキラキラのハイライトを描きます。これじゃなくてユニボールシグノでしょ。ペンなので画面を寝かせます。右手で画面をこすらないようにティッシュを引きます。左側の達筆でこすった部分にハイライトが入りましたね。消しゴムではこんなに明るくシャープな感じにはなりません。ハイライト部分を鉛筆で細くしたり形を整えます。これと鉛筆を交互に使います。はい、江戸切子グラスの完成です。よしアートチャンネルその11では光り輝く女性の髪の毛をこれを使って描きました。今回は江戸切子を描いたんですけれども、次回はですね、もっと身近にあるものなんですけれども、とても描くのが難しい。だけどこれを使えばその材質感が簡単に表現できる、そういったモチーフを描こうかと考えています。お楽しみに。はい、いかがでしたでしょうか。ガラスの材質感表現、なかなかねうまくできたんじゃないかなと思いますけれども、これというね呼び名で使ってますけれども、このシグノねユニボールなんですけれども、これっていう言い方はねやめましょう。三菱鉛筆さんにもねちょっと申し訳ないんです。ということでこれからはこれではなくてホワイトブースター、そういう呼び方をしたいと思います。ホワイトブースター、白を強調するという意味ですね。ということでこのホワイトブースターをこれからも使っていってさまざまな鉛筆デッサンを描きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上です。皆さんお疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。それではさようなら。シグノでええやん。